厚みとね節と節の間の長さがやっぱ長い方がなんか僕らにとってはいい材料。マグロでいうとトロみたいな部分ですね。基本的にその山畜産用の橋の部分になるんですよ。はい、工場に。こちら本当にお箸を竹からこう棒にしてお箸になるまでの削る工程の一連をやってるので。まずこちらにこの筒状の竹が結構重たいです。持っていただくと。でこれがこうなるわけです。こういう状態になってきます。これが竹からこうこの状態のものがこれを外してでさらに今度今ここまで。これお箸を乾燥する釜です。熱を加えて1週間弱ぐらい入れてしっかり乾燥させます。竹って水分の含有量が多い植物で、65% ぐらい水分だったりもともとするんですけど、それを 15-16% ぐらいまでこうガンとここでしっかり乾燥させて下げます。はい、まずここが一番削る工程の一番最初になります。この丸い形の棒のものをこの機械で削ってこうくさび型にお箸の形にの大元を作ってきまして、この時点で箸先がこう丸からこう四角くなってるのが分かると思います。いろんなお箸を削っていく工程になるんですけれども、お疲れ様です。ここにこうヤスリがこっちはセットしてあって、各面をこうヤスリに当ててこう先を細く削っていく工程ですね。お箸の形が変わると同じような機械に見えるんですけど、やっぱ削る深さも違ったりとか角度も違ったりとかも全て調整しながらやってます。でこうやって硬さとかも今見ながらで弱かったらもう折れちゃうのでそこで外す。この
強度が。竹ってしなりが大事なんですけども、柔らかすぎても折れちゃうし、そう形程よいしなりが出るように。専業でお箸を竹で作っているお箸メーカーっていうのはおそらくもううちだけ。手仕事が多いのでバリエーションがものすごく多いですよね。形、丸三角四角、それから太さもさまざまな種類があるので、お客様のお手に合ったものが見つけていただける。竹って一口で言っても季節だったりとか竹の年数とかで全然性質が違うんですよね。強度が違ったりとか、含水率も違えば棒の状態にする時に皮を削りすぎて強度があるないとかですね、そういうのを見極めながらお箸の形を作っていかないと、そこは技術がありますね。全く違う素材から常に同じ仕様のものを作り続けなきゃいけないっていうのはめちゃめちゃ大変なんですよ。毎日同じようなことをしているようだけど、ちょっとずつやっぱ変えてるんですよね。手の向きだったり調整だったりで、そこがやっぱ経験がいりますよね。だから教えられないですよね、これってね。厳密に言えば、体で覚えていくしかないので、そこがやっぱ難しいですよね。